アルファベットの刺繍をしてみました。使ったものはこちら。糸は赤、緑、黄色、青の4色を使いました。布はダイソーの端切れを使いました。布を刺繍枠より大きくなるようにカットします。チャコペンで下絵を描きます。下絵の線が太いと縫う位置がずれやすいので、下絵の線は細くした方がいいです。線を太くしてしまったのがこちら。線の内側か外側かどちらを縫うのか迷い、線がガタガタになってしまいました。刺繍枠を取り付けます。小さい枠、布、大きい枠の順に重ねて、布を引っ張りながらネジを締め、パツパツにします。刺繍糸を用意します。刺繍糸は6本の細い糸が合わさっています。50から60センチメートルくらいに糸を引き出して切り、6本の中から1本を引き抜きます。左手でふんわり束を持ち、右手で少しずつ引き抜くとやりやすいです。3本引き抜けたらまとめておきます。まとめた3本の糸を針に通します。私は不器用なので毎回糸通しを使っています。今回はすべて3本取りで刺繍しました。糸端は玉結びしておきます。図案をサテンステッチで埋めていきます。ガイドラインを引いておくとわかりやすいです。サテンステッチとは、間隔を詰めて縫い、面を埋める方法です。その名の通り、サテンのような、ツヤツヤした光沢が出ます。ペンでガイドラインを引きましたが、糸でもガイドを引くとやりやすいです。ガイドを引いて、隙間を埋めていきます。縫うところが長すぎると、糸がたわんでしまうので、サテンステッチで縫うのは 1.5 から2センチメートルが限界かなと思います。下絵からずれないように気をつけて図案を埋めていきます。糸が短くなったら裏返して近くの糸に 2,3 回絡ませて糸を切ります。これでほどけたことはありませんが、心配な方は玉留めでも大丈夫です。糸を変えるときも同様に近くの糸に 2,3 回絡ませれば OK です。もちろん玉留めでも大丈夫です。糸が固定できたら続きを縫います。どうやって縫うか迷いましたが、縦に線を引いて斜めに縫うことにしました。図案の埋め方に決まりはないので、やりやすい方法で大丈夫です。刺し終わりました。裏に 2,3 回糸を絡ませてカットします。M の刺繍ができました。サテンステッチでツヤツヤです。裏はこんな感じ。以上、オーソドックスなサテンステッチでした。R の刺繍は芯入りサテンステッチで行いました。下絵の内側にバックステッチを入れます。ガイドラインを引いておきます。
下絵に沿って先に入れたバックステッチの外側をかぶせるように縫います。芯が入ることによってふっくらとしたサテンステッチになります。カーブするところは同じ穴に刺しすぎるとそこだけ厚くなって不格好なので、芯の外側と内側をバランスを見て縫ってみました。ロング&ショートステッチのような感じです。R の刺繍ができました。カーブするところがあると直線だけの図案より難しいですね。裏はこんな感じ。芯が入ったので少しふっくらしました。I はアウトラインステッチを芯に入れました。ガイドラインを引きます。今回は斜めに縫うことにしました。あとは今までと同じなので割愛。I の刺繍ができました。斜めに縫ったことで糸の引っかかりがなくなっていい感じ。バックステッチの芯よりもさらに厚くふっくらしました。裏はこんな感じ。O の刺繍は芯にアウトラインステッチをたくさん入れました。ガイドラインを入れます。ペンで引けないのでそのまま縫いました。カーブのところは R の刺繍と同様に芯の外側と内側をバランスを見て縫います。O の刺繍ができました。かなり厚みが出てぷっくりしています。裏はこんな感じ。芯をたくさん縫うのはちょっと面倒だけどぷっくりして可愛くなりました。すべての刺繍が完成しました。ワッペンに加工してみました。ワッペン加工の動画も撮ったのですが失敗しすぎたので割愛します。簡単に説明すると刺繍を固めて裏にフェルトを貼りました。ボンドがはみ出て美しくないですね。面倒くさがらず縁をかがり縫いした方が良さそうでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると嬉しいです。